皆さん、こんにちは。藤井です。皆さん、お元気ですか？日本は暑くなってきましたね。今日はタメ口ポッドキャストです。日本語には敬語とタメ口っていう話し方があって、敬語はフォーマルな話し方、タメ口はカジュアルな話し方です。今日はタメ口で話すね。何の話をするかというと、私がカナダに留学してた時のエピソードを話そうと思う。動画でも何回か話したことあるんだけど、私はカナダのバンクーバーに1年だけ住んでたことがあるのよ。留学ってほどちゃんとしたものでもないんだけど、わかりやすいから留学って言葉を使うね。そう。やっぱり海外で暮らすってなると、いろいろ大変だったこともあったし、今でも思い出すと消えたくなるような恥ずかしい思い出がたくさんあるんだよね。今日はそんなエピソードをみんなとシェアしたいなと思う。今、留学してる人、していた人は共感できるお話があると思うし、したことがない人もそんな感じなんだって感じで聞いてほしい。まずね、道端で号泣事件っていうのがあって、私はバンクーバーのインターナショナルカレッジに通ってたのね。通い始めてすぐ、多分1、2週間後ぐらいの時に、授業が終わった後にクラスメイトで飲みに行こうって話になったの。確か10人ぐらいいたかな。みんなでバーに入ろうとしたのね。カナダのバーって年齢を確認するために身分証明書を見せないといけないところがあるのよ。身分証明書っていうのはパスポートとか運転免許証とかのこと。でも私は日本の免許証は使わないだろうって思って日本に置いてきてたし、パスポートも持ち歩くのが怖くて家に置いたままにしてたの。だからバーに入れなくて、私が入れないってことが分かって、みんながじゃあ別のお店にしようって言ってくれたのね。でも2、3軒回っても入れるお店がなかったのよ。今思えばその時私が帰ればよかった話なんだけど、その時はなぜかそれが思いつかなくて、やばいやばい、みんなにめっちゃ迷惑かかってる、どうしようって思ってた時に、クラスメイトの子が大丈夫だよ、入れるお店見つけようねって言ってくれて、なんと私は泣きました。バンクーバーの道端で23歳の女がお店に入れなくて泣くっていう、すごく怖い状況だよね。泣いてないで家に帰りなさい。みんなに迷惑だからって思うよね。今考えると。でもなんかわかる？焦ってる時とか、申し訳ないって思って時に優しくされると涙が出てきちゃうの。まだカナダに着いて1
ヶ月経ってないぐらいだったから、不安な気持ちが大きかったのかもしれない。クラスメートのみんなは優しくて、慰めてくれたんだけど、心の中では引いてたと思う。今思い出してもマジで恥ずかしい。とにかく留学中は情緒が不安定だったんだよね。情緒っていうのは感情の動きのこと。気分が落ち込んだりポジティブになったりのサイクルがすっごい激しかったの。まあだいたい落ち込んでたんだけど、そうそう、よし今日は英語頑張るぞみたいなキラキラした気持ちの日があったと思ったら、次の日はもうダメだ、日本に帰りたいってなったり。やっぱり辛いことってたくさんあるじゃん。例えば直接英語もっと勉強した方がいいよって言われたり、授業のグループワークで自分が喋ったら変な空気になったりね。自分の気分によってそういう出来事が頑張る燃料になることもあれば、すごい落ち込んじゃうこともあったな。一つ留学してる人にアドバイスなんだけど、ネイティブと話すときに、あなたがネイティブなんだから理解しなさいよっていうメンタルで話すと気が楽になるよ。絶対表には出しちゃダメなんだけど、メンタルの話ね。なんかうまく話せないかもみたいな感じで怖くなっちゃうじゃないですか。でもよ、みんなも自分の国に来た外国人が頑張ってその国の言葉を話してるのを想像してみて。どれだけ下手くそでも頑張って理解してあげようっていう気持ちにならない？私だったら外国の人が日本語を話してくれていたら、まずそれだけで嬉しいし、文法や発音が間違えていても全然気にならないんだよね。だから心の中ではそういう強めな気持ちでいるといいと思う。もちろんこっちが勉強する必要があるのは当然なんだけどね。あんまり弱気にならないようにってこと。あとね、私は半年ぐらいイタリアンレストランでバイトしてたんだけど、その時もたくさん失敗した。私はサーバーアシスタントっていうポジションで料理を運んだり片付けたり料理の説明をしたりする係だったのね。ある時サーバーの人にお客さんが食べた後のお皿を渡されて、これ片付けといてって言われたんだよね。で、私はオッケーって感じでゴミ箱に残ってた料理を捨てて別の作業をしてたの。10分後ぐらいにさっきのサーバーの子がさっきの料理どこやったって聞いてきたの。んと思ったら、その子が続けて、ボックスに詰めてって言ったやつって、捨てたーと思って、もうパニックだよね。お店が忙しい時ってみんな急いでるから
話すのも早いんだよね。だからうまく聞き取れてなかったんだけど、聞き返す前にいなくなっちゃったから、勝手に捨てるんだなって自分の中で思っちゃってたわけ。結局お客さんが優しくて、作り直しもしなくていいよって許してくれたんだけど、すごい印象に残ってる。私のせいでそのサーバーのもらえるチップが減っちゃったと思うんだよね。多分。だから申し訳なさすぎてすごいへこんだ。他にもそのレストランではお客さんがまだ帰ってないのに食器片付けちゃったりとかいろいろありました。個人的な留学あるあるなんだけど、ネイティブとかと話してる時に聞き取れてないけど笑ってごまかしちゃう時ってない？あるよね。私は留学して最初の頃めっちゃそれやっちゃってたんだよね。なんか聞き返せない雰囲気の時あるじゃん。相手がすっごい笑いながら話してくれてる時とか、その楽しい感じの雰囲気を壊したくないと思って聞き取れてないけどとりあえず笑っちゃうみたいな。あとボディーランゲージがめっちゃ上手くなる。言葉が伝わらないから身振り手振りで頑張るよね。あそこのお店のパンめっちゃ美味しいみたいな感じで伝えたいっていう気持ちはあるのよ。あと同じ国出身の人の前で勉強中の言葉を話すのちょっと恥ずかしい。例えばドイツ出身の人の前で英語を話すのはいいんだけど、日本人の前で英語を話すのはなんか恥ずかしいんだよね。ということで今日は私のカナダにいた時のエピソードお話ししました。1年だけだったけど本当にいろんなことがあった。日本にいたら経験できなかったことがたくさんあったし、今思うのはあの時経験したことは無駄じゃなかったなってこと。楽しかったことはもちろんそうだし、辛かったことも失敗したことも今の自分につながってるから。私はもちろん今も大した人間じゃないけど、でもカナダに行く前の自分と比べたら今の自分の方が好きだなって思う。留学中で辛い人とかもいると思うんだけど、こんなに失敗している人がいるんだから元気出そうって思ってもらえたらいいな。みんなも留学してこんな失敗したよとかあったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援、サポートをしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。